おじいちゃん家族っていうのがモロッコでワイン農場をやってたの。ワイン屋さんです、うちは。もともと。多分ね、3、4歳の時のなんかそのワインの匂い、9月とかそのあたりのブドウを収穫して、クラッシュして、その匂いとかね。あとはブドウを発酵している匂い、そういう記憶はあるよ。まあ、アルジェリア戦争が起きたんですね。混乱状態になっちゃって、それで北アフリカに住んでいたフランス人たちが脱走フランスに帰るっていう、一気にもう数十万人100万人ぐらいのフランス人が一気にドーンともう北アフリカから出て、うちは南フランスに結局たどり着いたんですけれども、高校卒業はしてない。もう大体自分の人生も決めてたから、一番感じたのは健康。体だけじゃなくて精神的な健康、心の健康、全部全て一つなっての健康とは何でしょうかっていうテーマです。それでなぜかチベットに結構夢中になってたんだね。だから瞑想の世界とても興味があったんですね。瞑想。ある時に私の一番の友人が家にやってきて、全マクロビオティックというマクロビオの本を持ってきたんだね。日本流のベジタリアンスタイルの本を持ってきて、玄米菜食、要するに玄米菜食についての本、ご飯の作り方、おかずの作り方、日本的なそういう哲学も入るんですね。ただのお料理のレシピブックではなく、口に入れるものが結局体を変えて精神も心も変えていくということ書いてあるから、これはかなりのショックですね。かなりの出来事。これは面白い。求めてたものじゃないのか。別にチベット行かなくていいじゃないかとか、友達とねそういうふうに考え出して、その本を読んで翌日からもう食材の砂糖やらあれもやらもう全部もうポイして捨てて、町の自然食品園行って玄米を買って味噌を買って醤油を買って梅干しを買って昆布を買って、なんか変なものばっかり、全然知らないものばっかり買って、でその本を開いて、よし味噌汁の作り方はこうですと、はいはい、その通りに結局作ってみて、そうやって毎日結局そういう食事を食べてね、かなりハードですよ。めっちゃハードですよ、はっきり言ってきつい、もういきなりきついで、2、3ヶ月経ってからなんか感じるのに体でね、影響、頭の脳みそも冴えてきてて、瞑想ってこういうこととかね、物足りないからもっと知りたくなって工場を辞めて、で貯金暮らし、貯金を結局使って、そういうマクロのそういった料理教室とか、そういったセンター、マクロセンターの中で生活して暮らして、ちゃんとしたお料理を真面目に学ぶと、習うと、そういうことをちょっとし始めてて、アビニョンでね、南フランスのちょっと大きな町だけど、そこで初めてそういうレストランを開いて、マクロ的なベジタリアンレストラン、それはしばらくやってて、あんまりお客さん来ないねそれ2年間ぐらいやってて、あんまりそれがやっていけないからきついしね。やはりレストランやってる時にもお味噌にすごい興味が持ち始めて、これは優れたものだなと思ってね、これ習いたいと思って、よし日本行こう。
おお、久しぶり。お久しぶりです。多少。いやいや、やっぱ上半身すごいね。いえいえいえ。みおさん、どうも。お久しぶりです。帽子のいいでしょ。それで、これはもう旅じゃなくて、結構暮らすために今度は2回目来てたんで、日本語もわからない私。それで結局お金がもう半年ぐらいでもなくなっちゃって、これやばいと。これ仕事しないとまずいと。免許を取って、それでフランス語の教師になって、こうやって生活始めたんだね。午前中は日本語学校、午後、夕方、夜はフランス語の教師。で、そういう生活をしながら、パンも、自分のパンも作り始めてたんですね。日本に来た時のパンは結局、ほとんど食パンですね。45年前にもうフランスパン、バゲット、イーストだけれども、でもバゲット、フランスパンがもう登場はしてたんですよ、日本にね。あとはドイツパンも少しあったんですね。ライ麦パンとかそういったもの、デニッシュペーストリーとか、あんパンもありましたね。有名な木村屋さんのあんパンとか。だけれどもカンパーニュはなかったんだな。要するにいろんなパン全て何十種類あったとしても、それの歴史の中の元はまだ伝わってないなっていう。カンパーニュとは結局パンの一番代表。エジプト時代から結局来ているパンです。要するに自家製酵母とかサワー種とかそういうイースト使わない酵母菌で作るパンですというふうにあるし、だからこの味はなくなってはいけないなという。バゲットはイーストで、カンパーニュはサワー種でやれば本当に味が深い。一つのものを結局もう無菌で培養すると黒になるから、もう何億何千億何兆ってなります。それがイーストの作り方ですね。サワー種、天然酵母、自家製酵母とかいろんな野生的な酵母と比べると、イーストの方がはるかに発酵力強い、早く膨らむ、早く物になる、早くパンになるという大きなメリットがあります。しかしサワー種の場合はもう種を培養して1回2回何回か培養してから初めてパン生地になりますので、何倍もこっちが遅い。カンパーニュの作り方は遅い。今のパンになってますね。そういう、日本もそうだし全世界が。イーストはほぼですね。だけれどもイーストは結局クローンしたものであって、サワー種と比べればいろんなものが結局なくなっちゃった。奥深い香りとか奥深い味とか、ちょっと土臭いようなこれは地球の味だなっていうそういうのがねカンパーニュとかそういう伝統的な製法には残るから、戦争に負けてアメリカから小麦粉アメリカン粉が入って、それで結局食パンコッペパンもそうどんどん結局パンがそこで広がったんですね、日本でね。ヨーロッパからじゃないの。それも結構日本に来た時にフランス人としてヨーロッパ人として大きなショックをあったんですね。日本のパンっていうのはこれアメリカのパンじゃん。パンは違うよって。ちょっとアメリカ人に対してアメリカに対してのヨーロッパ人のプライドちょっとあるんだよね、実はね、自分の中にも。これはパンは違いますよ。食パンじゃないよ、パンは。カンパーニュだろ。バゲットは着てるだろうけれども、カンパーニュだろ、もう元は。それをちょっと投げてみたかったんだね。この食パンの海の中にカンパーニュをドンってこれが私の結局仕事かなと思ったんだね。自分の体はもう関係なくもう、ミッションとしてっていうのがね、そういう、やるべきことはこれ、変だよね、バカだよね、ちょっとね
まず、鹿児島の奄美大島の方で、開業して、3年半ぐらいしてから生まれ故郷の埼玉県秩父市の方に移ってから、21年になります。やっぱ国産小麦と自家培養の酵母で、できる限りオーガニック、そういった安全な食材を使ったパン作りを心がけています。だいたい毎日45種類ぐらいは並ぶんじゃないでしょうかね。はい、酵母はですね、よく言うルバンっていう伝統的なパン種ですね。それとあとはレーズン酵母、そしてあとライ麦でつないだライサワー、それと日本の伝統的な酵母である酒種、それですから4種類ですからやってます。そういう天然酵母っていうかパン作りっていうを考えた上で、明治に酒まんじゅうの、技術を応用して銀座の木村屋さんがあんパンを作った。それではすごく画期的なことで、パンの歴史の日本の歴史の中で必ずそれは書き記されることなんですけども、やっぱりブッシュさんがレーズン酵母を始めたっていうのもそれと並ぶぐらい重要なことだと思っています。基本的にはヨーロッパではフランスではサワ種がもう主流です。普通です。一般的のパン種ですね。でレーズンとかそういった果物から種を起こすのは本当に、全然知られてなくて、全然今でもそんなにやられてないんですよね、あんまり。自家製の自分のパンを作った時にサワ種を育てるのはちょっと大変だし、酸味がちょっと出てくるし、レーズン、果物から種を起こすという製法を試してみたら発酵しやすいかな、ちょっと食べやすいかなとか、これだったら日本での日本らしい乾パンに作れるんじゃないかなと思って、農学賞、農業辞典なんていうの、農学賞、農学賞、農業辞典っていうの、農業辞典ね、もう書いた人はお医者さんなんだよね。ポムソバージュ、ソバージ野生リンゴ。ュ。じゃあまずこれを見てリンゴでやってるっていうのをヒントにして、ヒントね。あとはレーズンでやってる人もちょっとフランスに噂ちょっとあったから、なるほどなっていう。もちろんホップ種っていうのはあったんですけども、すごく発酵力が良くて、そしてなおかつハード系に向くようなパンができるんですけども、酸味の点であまり調節ができないというところがあるんですね。もちろんホップっていうのがそもそも雑菌を抑えるんで、種としてそれほど酸度が上がらないっていう特徴があるんですよね。そこのところでレーズン酵母っていうのは培養の仕方、かけ継ぎの仕方によって酸味も増していけるんで、酸味の強いパンもできればまろやかな酸味のパンもできるっていう、そういった許容範囲があるんで、すごく面白い酵母だと思います。レーズン酵母っていうことをブッシュさんが持ち込んだことによってですね、自分が作りたい味っていうのをより作り出せる可能性っていうのが広がったっていうことが言えると思うんですよね。たくさんの人がそういうパンを作る喜びっていうのを知ってしまったっていうような、だからパンを作る喜びを何ていうんですかね、目覚めさせてしまったっていうか、覚醒させた人なんじゃないかなと思いますね。じゃあ結論から言うと、今フランスと日本を比べてね、そういう自家製工房専門店で言うと日本の方がはるかに件数が多い。はるかにフランスより多い、専門店としてはね私別に何もしてないよ。ただちょっと種をまいただけですよね。日本に来てね、ちょっと種をまいただけ、勝手に育っちゃったんだね